こんにちは、田中宏久です。今日はですね、ネームの修正の仕方を、一緒に勉強したいと思います。これがね、難しくて、ネームを書くっていうところまでは、いわゆるマニュアル、パターンで作れていく部分がほとんどなので、この動画を見ながら、皆さんがその動画で僕がお願いしたこと通りにやってくれれば、大体の方はネームまでは書けると思います。ただ、じゃあその書いた1項目のネームをどういうふうに修正していくかっていうのは、ものすごく繊細な作業になりますし、多くの漫画家志望者がそこで脱落をしていきます。リテイク能力っていう言葉で僕たちは呼んでますけれども、大体編集者に持ち込みに行って「なかなかいいじゃない」っていうふうに言われた後に、編集が「じゃあこれこのまま書きましょう」っていうことはほぼ 100% なくて、ほとんどの場合は編集者がいいので、じゃあここだけこういうふうに書いてくださいっていうふうに指定をしてきます。でそこで、編集の言ったことをちゃんと理解して、それ通りに直す。もっと言えば、編集がリテイクこうしてください、こういうふうにしてくださいって言ったことをさらによく作っていくっていうのが僕たちプロの漫画家のやるべきことなんです。じゃあ、その難しい修正の仕方、ネームの修正の仕方、3回に分けて説明したいと思います。このマトリックスを見てください。汚い字で恐縮なんですけれども、こっちの横軸が内部構成、外部構成で、縦軸が主観的演出、客観的演出です。で、聞き慣れない言葉だと思いますけれども、これはかなり使える技でして、いろんな大学で、これ僕が最初に考えたんですけど、いろんな大学で今使われています。じゃあ、一つずつ何を意味するかっていうのを説明していきます。内部構成っていうのは主人公を中心にした、そのコミュニティのキャラクターたちの内面の作り方。例えばそのグループの誰かが死んでしまった。当然悲しいです。心の中はボロボロになってすっごく悲しい。で、あいつが死んでしまったから俺たちは絶対仇を取りたい。で、心の中で思う。で、仲間とそれを言葉でシェアする。これが内部構成ですね。短編漫画でも、物語のイントロから始まって、主人公とヒロインがすごく楽しく会話している。主人公はすっごくウキウキで、この子と付き合えたら幸せだろうなとかっていう心の動きは内部構成。じゃあそこに敵がやってきてヒロインをさらっていってしまう。これが外部構成です。外部構成っていうのは心の動きではなくて物語の中で起こるエピソード。これを外部構成と言っています。なのでここはずーっとキャッチボールを続けていきます。つまり、主人公が何かを思って悔しくて、叶わない敵に突っ込んでいく。これは外部構成で、突っ込んでいった結果、主人公はボロボロに破れて、ものすごい屈辱を得る。その屈辱の気持ちは内部構成。よくできた漫画っていうのはこの内部構成と外部構成がきれいにキャッチボールをしていく。これがすごく読者を感情移入させることでもありますし、物語を円滑に進めていく、という内部構成、外部構成です。じゃあ、主観的演出、客観的演出っていうのは何かというと、主観的演出は、私が、皆さんが、作者が、何を書きたいか、読者にどういう思いをさせたいか、どういう狙いでこのシーンを書いて、どうさせたいか、これが主観的演出です。逆に客観的演出っていうのは、作者の自分が何かしたいっていうことは一旦全部抜きにして客観的にこのできたネームを見て、果たしてこのネームで読者は何を感じるだろう、何を考えてくれるだろう、共感してくれるかしてくれないか、それを読者の目線あるいは編集者の目線で、もう一度検証して、読者が、言ってほしいこと、やってほしいこと、これすごく重要です。これが客観的演出です。僕も15年間漫画家志望者と一緒に漫画ずっと作ってますが、ほとんどの漫画家志望者の原稿っていうのは主観的演出が強すぎる。特に少年漫画、熱くなる気持ちは分かります。
何か主人公に固くして俺のこのマグマのような熱量を感じてほしいっていうのは分かるんですが、プロの漫画家というのは計算をします。自分がやりたいことだけじゃなくて、じゃあこの演出でこのキャラクターがこのシーンでこういうセリフを言えば、読者はどう感じるだろう、面白がってくれるかどうか、これを常に計算します。一番理想なのはワンピースみたいに作者小田栄一郎が言いたいことイコール、読者が見たいこと聞きたいことっていうこの、ここがイコールになるときに、創作者は一番幸せになるんじゃないかなっていうふうに思います。なので、それは本当にテクニックがものすごく上達して本当にいい作品が描けた時になるんですが、どちらかというと多分皆さんは主観的演出が強いので一旦、自分が書きたいことやりたいことじゃなくてそれを通して読者が何を知りたいかっていうのを考えてあげるといいっていう内部構成外部構成主観的演出客観的演出、まず、ちょっとこのマトリックスの説明をしました。はい。